レッスン1、毎週の食事計画。ほうれん草を買わなくちゃ。今週の夕食に肉でも買おうかな。はい、絶対に。タンパク質と野菜を取り入れると、バランスの取れた食事になります。同感です。効率的に買い物できるよう、食事の計画を立てよう。それは素晴らしいアイデアのようですね。計画を立てることで、時間とお金を節約できます。さらに、これにより、週を通して健康的な食事ができます。はい。面白さを保つために新しいレシピを試してみることもできます。キッチンで一緒に実験できることにワクワクしています。私も。今週は美味しくて栄養たっぷりのものにしましょう。一緒に素晴らしい食事を作りましょう。レッスン2時12分月のお祭り。12月はクリスマスの月です。ほとんどの人はクリスマスの買い物をたくさんします。はい、1年でとても忙しい時期ですが、喜びと興奮にも満ちています。絶対に。装飾やお祭りの雰囲気はいつも気分を高揚させます。ホリデースピリットがコミュニティを結びつける方法が大好きです。はい、人々が優しさを広め、応援する素晴らしい機会です。できる限りお祭りを楽しみましょう。同感です。大切な人との特別な瞬間を大切にすることがすべてです。一緒に独自の休日の伝統を築きましょう。はい、あなたと一緒にシーズンを祝うのを楽しみにしています。レッスン3、旅行の夢。私のやりたいことリストでは、間違いなく日本に行くべきです。素晴らしい目的地です。それは信じられないですね。その独特な文化を体験したいといつも思っていました。はい、伝統と現代性の融合は本当に魅力的です。私は特に本格的な日本料理を試すことにワクワクしています。絶対に。そこでの食べ物は体験の大きな部分を占めています。さらに、寺院や庭園を探索するのは息を飲むほどです。一緒に夢の日本旅行を計画しましょう。私はそれが大好きです。そのような経験を共有すれば、彼らはさらに思い出深いものになるでしょう。私たちを待っている冒険にワクワクしています。レッスン4、チームダイナミクス。この新しい取り組みは、ワークライフバランスの柔軟性を高めることを目的としており、それが私たちのチームに大きな影響を与える可能性があると思います。柔軟性は、チームメンバーの生産性と全体的な仕事満足度を高めることができます。はい。個人的な生活で支えられていると感じる人は、仕事でのパフォーマンスが向上することがよくあります。まさに、誰もが大切にされ、理解されていると感じられる環境を作ることが不可欠です。この変化は、よりポジティブで協調的な雰囲気につながると私は信じています。間違いない。これらの変更を効果的に実装する方法について、引き続き議論していきましょう。力を合わせれば、職場を誰にとってもより楽しい場所にすることができます。この取り組みが私たちのチームにもたらすポジティブな影響にワクワクしています。はい、一緒に成功させましょう。レッスン5、趣味を追求する。はい、私は数年間レッスンを受けました。大変な作業でしたが、信じられないほどやりがいがありました。それは印象的です。新しいスキルを学ぶには、献身と忍耐が必要です。
絶対に。このチャレンジは本当に楽しかったし、個人的な成長にも役立ちました。あなたのコミットメントには感心します。その授業で何を学びましたか？規律と練習の重要性について多くのことを学びました。これらは人生の多くの分野に適用できる貴重な教訓です。はい。また、他の人とつながる新しい機会も開かれました。それは素晴らしい。趣味は、志を同じくする人々と出会うのに最適な方法です。新しいことを学んだあなたの経験についてもっと聞きたいです。レッスン6、将来の抱負。ねえ、最近自分の将来について考えてるんだ。何か計画は立てた？はい、いくつかのオプションを検討してきましたが、まだ確定しているものはありません。それは理解できます。探索している間は、選択肢を開いたままにしておくのは良いことです。まさに、柔軟性を保ち、新しい機会を受け入れることが重要だと思います。同感です。将来のビジョンを持つことは、意思決定の指針となります。はい。目標を明確にするために自分の考えを話し合うことは役に立ちます。お互いをサポートできるよう、お互いの計画について最新情報をお伝えしましょう。私はそれが好きだ。アイデアを共有できる人がいるといつも助かります。一緒に私たちは道を切り開き、夢を実現することができます。レッスン7、コミュニティのつながり。それで、マーク、あなたはもともとどこの出身ですか？私はもともと町から遠く離れた田舎の小さな町の出身です。それは魅力的に聞こえます。そこで育ったことには、それなりにユニークな経験があったんだろうね。はい、私たちの周りにはたくさんの自然があり、平和で美しかったです。それがあなたの人生観をどのように形作るかがわかります。間違いない。シンプルなものに感謝することを教えてくれました。私たちの経歴についてもっと話しましょう。お互いから学ぶのは魅力的です。同感です。私たちの様々な経験は貴重な洞察を与えてくれます。あなたの話についてもっと聞くのを楽しみにしています。レッスン8、食料品の必需品。それは聞いてよかった。リンゴはある？はい、そうです。赤と緑のリンゴを用意しています。パーフェクト。私はどちらの種類も大好きです。スナックやベーキングに最適です。絶対に。リンゴはとても用途が広く、健康的でもあります。次のレシピのために必ず手に入れましょはい、他の果物が必要かどうかも確認する必要があります。素晴らしいアイデアです。様々な果物が私たちの食事を面白くしてくれます。市場のすべてのオプションを探求できることにワクワクしています。私も、カートに新鮮な農産物をいっぱいにしよう。レッスン9、つながりを築く。被写体とのつながりを築き、リラックスした雰囲気を作ることが重要です。完全に同意します。快適な環境はオープンなコミュニケーションを促します。はい、人々は安心していると、自分の考えを共有する可能性が高くなります。まさに、信頼と理解を築くことがすべてです。ディスカッションの中で、そのつながりを築くのに役立つテクニックを練習しましょう。
それは素晴らしいアイデアのようですね。コミュニケーションスキルを向上させたいです。力を合わせれば、関係者全員にとってポジティブな環境を作り出すことができます。はい、他の人と関わる能力を高めることを楽しみにしています。それは私たち2人にとってやりがいのある経験になるでしょう。レッスン10、ライブラリーを探す。一番近い図書館を探していますが、どこにあるかわかりますか？承知しました。あなたはどこのエリアにいますか？私は今、公園の近く、ほんの数ブロック先です。ああ、それは便利だ。図書館は実はそこから角を曲がったところにある。それは嬉しいですね。探すのを手伝ってくれて感謝するよ。問題ない。図書館は新しいアイデアやリソースを探求できる素晴らしい場所です。これ以上同意できませんでした。静かな雰囲気で勉強するのが大好きです。はい、集中して良い本を読み進めるのに最適です。訪れて新しい本をチェックするのが楽しみです。レッスン11、マーケットアドベンチャー。私は市場が大好きです。絶対行きます。他に何か探せばいいことはありますか？はい、間違いありません。市場には他では見られないユニークな地元の商品が売られていることがよくあります。それは本当です。手作り品や職人技の食べ物を見つけるのが楽しいです。絶対に。地元の職人や農家を支援する素晴らしい方法です。また、そこにいる間にストリートフードを試してみるのも楽しみです。はい、新しい料理を試すことは、市場を訪れることの醍醐味の一つです。行く前に探したいことのリストを作っておきましょう。素晴らしいアイデアです。探索中に集中するのに役立ちます。私たちのマーケットアドベンチャーを楽しみにしています。レッスン12、冬の服。外がとても寒いときは、冬用のコートを着ます。それは賢い。冬の間は暖かく過ごすことが不可欠です。はい、寒いだけなら、手袋か帽子をかぶるのが好きです。絶対に。これらの小さなアクセサリーは、快適さに大きな違いをもたらします。服をきちんと重ねると、いつも準備が整ったように感じます。はい、かさばりすぎずに暖かく過ごすには、重ね着が重要です。冬のシーズンに向けて準備がすべて整っていることを確認しましょう。素晴らしいアイデアです。違和感なくシーズンを楽しむのに役立ちます。適切なギアで冬を迎えることができてワクワクしています。レッスン13、恐れに立ち向かう。不安を感じるような状況の端に立っていることがよくあり、そもそもなぜ自分をそこに出すことを考えたのか疑問に思います。そのように感じるのは全く普通のことです。恐れに立ち向かうことは乗り越えられない挑戦のように感じることがありますが、それは私たちの個人的な成長にとって非常に重要です。私たちが自分の強みと能力を真に発見するのは、そのような不快な瞬間にあると思います。はい。恐れに立ち向かうたびに、自信と回復力を高める個人になるための大きな一歩を踏み出します。それらの恐れが私たちを本当に妨げているのは興味深いことですが、ようやく突き進んだとき、ずっとそれだけの価値があったことに気づきます。まさに、それぞれの経験は私たちに貴重な教訓を教えてくれます。そして、
その教訓こそが私たちの在り方を形作るのです。恐怖に直面すればするほど、恐怖は弱まり、まるで私に対する力を失っているかのようだと気づきました。それこそが素晴らしいことです。障害を乗り越えることで得られる成長は、将来さらに大きな課題に取り組むのに役立ちます。正しい、そして、恐怖は旅の自然な一部であり、どんな犠牲を払っても避けるべきものではないことを自分自身に思い出させることが重要だと思います。レッスン14、従業員福利厚生。この職場がワークライフバランスを真に重視していると聞くのは新鮮ですが、これは最近ますます珍しくなっています。私も全く同感です。従業員が個人的にも職業的にも支えられていると感じることは不可欠であり、それこそが会社を際立たせるものです。この組織が提供している従業員福利厚生は、そのバランスに寄与するものとしてどのようなものがありますか？手始めに柔軟な勤務時間を提供しているため、個人的なコミットメントを犠牲にすることなく時間を効果的に管理できます。それは信じられないですね。リモートワークの選択肢があることは、ストレスを軽減し、生産性を向上させるのにも役立つはずです。絶対に。さらに、健康と福祉を優先することを奨励するウェルネスプログラムも提供しています。企業が従業員の心身の健康に投資しているのを見るのは素晴らしいことです。それは本当に士気を高めます。まさに、従業員が幸せで健康であれば、組織の成功に貢献する意欲が高まり、モチベーションが高まります。これらの福利厚生がいかにポジティブな職場環境を作り出し、魅力的な職場にしているかがわかります。レッスン15、秋のフェア。農業とは直接関係ないかもしれませんが、秋の見本市に町や都市の人々が集まる様子は魅力的です。それは本当です。秋のフェアでは、ノスタルジアとコミュニティ精神がユニークに融合し、誰もが夢中になります。美味しい食べ物からエキサイティングな乗り物まで、様々な体験が秋の本質を捉えています。はい。展示されている工芸品や地元の農産物は、それらの農業コミュニティの創造性と才能を際立たせています。週末だけでも伝統を守り、都会の住人に田舎の生活を楽しんでもらえる素晴らしい方法です。絶対に。フェアは都市と田舎のライフスタイルのギャップを埋め、つながりを感じさせます。さらに、家族が集まると笑い声と喜びが漂い、雰囲気には魔法のようなものがあります。確かに。それはコミュニティの祭典であり、人生におけるシンプルな喜びと一体感の重要性を私たちに思い出させてくれます。だからこそ、これらのイベントは引き続き盛んになっていると思います。逃避の場であり、自分たちのルーツと再会する機会を与えてくれます。レッスン16、都市のレジリエンス。18年間包囲されても、都市がいかに活力と希望を持って繁栄できるかを見るのは驚くべきことです。本当に感動的です。コミュニティの回復力は、彼らの決意と精神を物語っています。はい、直面している課題にもかかわらず、人々は自分たちの街に対するアイデンティティと誇りを保ってきました。それは彼らの強さの証です。彼らは生き残っただけでなく、困難を乗り越えて繁栄する方法も見つけました。逆境が時に人々の最高の力を引き出し、団結と創造性を育むことができるのは興味深いことです。絶対に。周囲の環境を再建し、改善しようという決意は大きなモチベーションになります。彼らが抱く希望こそが、都市を存続させ、進歩と革新を推進するものだと私は信じています。そうですね。
彼らの話はどんなに暗い時代でも私たちを導いてくれる光が常にあることを思い出させてくれます。だからこそ、これらの物語を共有することが重要だと思います。自分の困難に直面している人たちが頑張るきっかけになるからです。レッスン17、バス停での遭遇。時々、遅刻したり、雨に降られたりすると、あなたの家の近くのバス停で、少し場違いに感じることがあります。そんな小さな瞬間が、いかに予期せぬ出会いにつながるのか、面白いですよね。間違いない。バスを待つような簡単なことが会話のきっかけになるなんて面白いです。はい。そして、その瞬間がしばしばより深いつながりにつながり、人生の一部を分かち合うことができます。それはまた、人生の予測不能さを浮き彫りにしていると思います。誰に出会うか、何を学べるかは決してわかりません。まさに、それぞれの交流は私たちの経験を豊かにし、視野を広げる可能性を秘めています。どんなにありふれた状況でも、自分の周りの世界に心を開いておくことを思い出させてくれると思います。絶対に。日常には美しさがあり、最も意味のある瞬間は、私たちが最も期待していなかった時に起こることもあります。自発性を受け入れ、他の人とつながることを許すことを思い出させてくれます。レッスン18、お得情報。そんなリーズナブルな価格の2泊のオファーを聞いたとき、それは本当であるにはあまりにも良すぎると思いました。言いたいことはわかるよ。特に人気のある観光地では、そのようなお得な情報を手に入れるのは難しいです。予算に優しいものを見つければ、休暇の計画がとても魅力的になります。絶対に。お得な情報で多くの可能性が開かれ、お金をかけずに新しい場所を探索することができます。このような機会を活用することは重要だと思います。特に予期せぬ機会が訪れた場合はなおさらです。はい。旅行を計画するときのワクワク感は、お金に見合う価値があることを知っているとさらに高まります。賢い選択をしたことを知ることで、楽しいだけでなく、やりがいのある体験にもなります。まさに。さらに、経済的な負担をかけずに長続きする思い出を作る機会を与えてくれます。特に旅行に関しては、あらゆる機会を最大限に活用することに全力を注いでいます。レッスン19、宿泊費。旅行を計画するときは、予算内に収まるように宿泊費に優先順位をつけることが不可欠です。絶対に。滞在に適した場所を見つけることは、旅行の全体的な体験に大きな影響を与える可能性があります。特に人気のある目的地に旅行する場合は、ホステルや予算に優しいホテルを検討するのが賢明な場合がよくあります。はい。多くのホステルでは、ホテルが提供していないようなユニークな体験や社交の機会を提供しています。さらに、低予算の宿泊施設に滞在しても、快適さを犠牲にするわけではありません。多くの宿泊施設は非常に居心地が良く、まさに立地も良好です。滞在を最大限に活用するために、コストと利便性のバランスを見つけることが全てです。オプションを調べて比較することで、旅行体験を向上させる驚くべき発見ができると思います。間違いない。また、支出を意識することで、アクティビティや体験により多くの資金を割り当てることができます。これは双方にメリットのある状況です。私たちは財政のバランスを保ちながら、より多くのことを探求することができます。ヨーロッパの課題。特に他のほとんどのヨーロッパ諸国と比較してコストが高いことを考えると、ここでの生活は困難な場合があります。はい、
生活費が上昇し続けているように感じることが多く、多くの人が快適に生活するのが難しくなっています。必要経費が誰にとっても優先事項であるべき生活の質を上回るとイライラします。絶対に政府がこれらの問題に取り組み、市民に利益をもたらす解決策を見つけることは重要です。これらの課題に対する意識を高めることが、ポジティブな変化を生み出すための第一歩だと思います。はい。オープンディスカッションを行うことで、すべての人の生活環境を改善する革新的なアイデアが生まれます。課題は困難に思えるかもしれませんが、進歩への希望は常にあることを覚えておくことが重要です。まさに、コミュニティが集まって自分たちのニーズを提唱することは、大きな改善につながる可能性があります。お互いに支え合うことで、私たち自身とこれからの世代のために、より強い未来を築くことができると信じています。レッスン21、ポカホンタス。ポカホンタスがスミスに駆け寄った瞬間はとても心に訴えるものでした。彼女の行動は彼女の気持ちを大いに物語っていました。確かに、それは彼らの物語の重要なターニングポイントであり、彼女の感情と献身の深さを浮き彫りにしました。彼女が彼の手を両腕に抱く様子は、優しくて力強く、紛争の中での団結を象徴していました。はい。逆境に直面しても、自分の信念を守ろうとする彼女の勇気を示しました。その瞬間には、強くて思いやりがあり、すべてを危険にさらすことを厭わない彼女の性格の本質が詰まっていると思います。絶対に、愛と勇気がいかに文化の壁を越え、人々を結びつけることができるかを思い出させてくれます。彼らの関係の歴史的意義は、彼らの物語にさらに深みを与えます。はい。そして、自分の人生における理解と共感の重要性を振り返るきっかけにもなります。彼らの物語は共感を呼び、歴史を通しての人間同士のつながりの複雑さを思い起こさせてくれます。レッスン22、緊張の克服。私は全然緊張していないように見えるとよく言われます。これは褒め言葉であり、ありがたいことですが、面白いことでもあります。私たちの外見が、私たちが本当に内側で感じていることを覆い隠してしまうことがあるのは興味深いことです。はい、特に重要なイベントやプレゼンテーションの前には、お腹に馴染みのある結び目を感じることがあります。絶対に、それはよくある経験であり、緊張を克服するための第一歩は緊張であることを認めることです。緊張するのは自然な反応であり、それが私たちの能力を定義するものではないことを覚えておくことが重要だと思います。まさに、その気持ちを受け入れることで、私たちはより良いパフォーマンスを発揮し、観客とつながることができます。そのエネルギーを熱意に変えることが、私たちのパフォーマンスに大きな違いをもたらすことができるのは興味深いことです。はい。マインドフルネステクニックを実践することで、それらの神経を効果的に管理することができます。呼吸に集中し、その場に居続けることで、心を落ち着かせることができることが分かりました。レッスン23、ソロアドベンチャー。こんにちは。一人旅を計画していると聞いたが、それはかなり勇敢だと言わざるを得ない。そのことで気になることはありますか？ありがとう。正直、ワクワクしていますが、少し不安もあります。一人で旅行するということは、完全に自分に頼らざるを得ないということであり、スリル満点でもあり、少し怖いです。その気持ちはよくわかります。未知の世界に足を踏み入れるようなものですが、最も記憶に残る体験にもつながります。あなたが検討している目的地はどこですか？日本のような美しい国のことを考えています。文化、
食べ物、景色はとにかく魅力的ですが、すべてを自分でナビゲートするのは心配です。日本は素晴らしい選択です。公共交通機関は非常に効率が良いので、少し計画を立てれば管理しやすいでしょう。行きたい場所について考えたことはありますか？はい、京都のお寺を見たり、東京の賑やかな街を探索したりしたいです。伝統と現代性が完璧に融合しているように思えませんか？絶対に。また、新しい人との出会いも旅の一部になる可能性があることを忘れないでください。一人旅の旅行者は、思いがけない場所で友情を見つけることがあります。確かに、他の旅行者と体験を共有することで、旅がさらに豊かになると思います。自分のコンフォートゾーンから抜け出したいと思っているだけです。外に出ることが全てですよね。直面するそれぞれの課題は、あなたが成長するのに役立ちます。さらに、他の人が自分の冒険に乗り出すきっかけになるようなストーリーを持って戻ってきます。レッスン24、フレグランスフュージョン。もちろん、様々なフレグランスオイルを混ぜて独特の香りや色を作り出すこともできます。これにより、プロジェクトにエキサイティングな次元が加わります。これまでに試したことはありますか？私は持っていませんが、魅力的に聞こえます。様々なオイルをブレンドすると、本当に特別なものになると思います。どんな組み合わせが相性が良いと思いますか？クラシックな組み合わせはラベンダーとバニラで、互いに美しく引き立て合っています。なだめるようなラベンダーの香りにバニラの甘さが混ざり合い、落ち着いた雰囲気を醸し出しています。それは楽しそうですね。ろうそくに入れたらどんなに素敵かもう想像できます。でも、もっと冒険的なものはどう？より大胆なミックスには、レモンやオレンジなどの柑橘系の香りとほのかなミントを組み合わせてみてください。爽やかで爽快な気分にさせてくれ、気分を高揚させるのに最適です。絶対に、それはエネルギーのベー爆スノートか発のようにら始めて聞こえます。ミドルノートとトッそれらプノートをの組み合わ徐々に追せを試加します。してみたいです。こうすることで、香りのバランス五感に負を取る担をかけずにコツはありますか？完璧なバランスを見つけることができます。それは素晴らしいアドバイスです。それで、もし私がリラクゼーション用の香りを作るとしたら、何を提案しますか？リラックスするには、サンダルウッドの香りとベルガモットの香りがするカモミールをベースとして使用することを検討してください。落ち着きのある穏やかな香りを醸し出し、リラックスするのに最適です。レッスン25、夢の目的地。コスタリカやバリを楽しむかもしれません。どちらも素晴らしいですね。この2つをどうやって決めるのがおすすめですか？それは難しい選択です。バリのビーチについて素晴らしい話を聞いたことがありますが、コスタリカはその驚くべき生物多様性で知られています。あなたはどう思いますか？冒険と自然に興味があるなら、コスタリカの方が良いかもしれません。熱帯雨林と野生生物は息を飲むほど美しいだけでなく、試すべき野外活動もたくさんあります。それは本当です。ハイキングや新しい環境を探検するのが大好きです。しかし、繰り返しになりますが、バリには豊かな文化と素晴らしい風景があり、抵抗するのは難しいです。そうだね。バリの寺院と棚田は象徴的です。リラクゼーションとカルチャーが融合した場所を探しているなら、バリ島がおすすめです。まさに、どんな活動を優先したいのか考えた方がいいかもしれない。リラクゼーションに傾くならバリの方がいいかもしれないけど、冒険にはコスタリカが私を呼んでいる。それは賢いアプローチです。両方を組み合わせることも検討できます。一方で数日過ごしてから、もう一方に旅行してください。パーフェクトですね。デュアルデスティネーションアドベンチャーなら、両方の長所を体験できるでしょう。
旅行のロジスティクスをどう管理するかリサーチしないといけない。確かに。あなたが持ち帰るであろうすべての素晴らしい物語を考えてみてください。ビーチでのんびりしたり、熱帯雨林をハイキングしたりしても、それぞれの体験はユニークです。レッスン26、歴史的考察。子供が成長する前に、多くの母親が出産で亡くなり、家族にとっては大変な時期でした。これがその時代の社会的ダイナミクスをどのように形作ったと思いますか？それは大きな影響を与えたに違いありません。家族は母親に大きく依存することが多かったので、母親がいなかったら大きな空白が残っていたでしょう。父親はこれにどう対処したと思いますか？そうですね。当時は、父親が現在のように養育の役割を引き受けなかったのが普通でした。多くの場合、一人で管理することになり、それは彼らにとって非常に困難だったに違いありません。絶対に。社会的期待がどのように進化してきたかを考えるのは興味深いことです。今日では、両親ともより平等に責任を分担するようになりました。はい。これらの歴史的課題は、支援システムの重要性を浮き彫りにしています。地域社会は、困窮している家族を支援するために結集したようです。それは素晴らしい点です。これは当時レジリエンスがいかに重要であったか、そしてコミュニティが互いに支え合うためにどのように適応してきたかを示しています。正しいこれらの経験が何世代にもわたって家族や子育てに関する文化的視点をどのように形作ったかを見るのは興味深いことです。確かに。また、今日の医療や母親への支援が進歩していることにも感謝しています。絶対に。私たちはしばしばこれらの進歩を当たり前のことと考えていますが、過去を理解することは現在を理解するのに役立ちます。レッスン27、アーバンワンダーズ。ブリティッシュコロンビア州には、約200万人が住むバンクーバー市があります。こんなに活気のある街に行ったことがありますか？まだ聞いたことがありませんが、バンクーバーについて信じられないようなことを聞いたことがあります。自然の美しさと都会の生活の融合は、まるで夢のようです。この街のどんなところが好きですか？私は素晴らしい景色が大好きです。スカイラインを背景にした山々は、特に日没時には息を飲むような景色を作り出します。すごいですね。それがどれほど美しいか想像できるよ。その都市は自然と都市生活のバランスが取れていると思いますか？間違いない。スタンレーパークを探索して自然を味わい、ダウンタウンの多様なフードシーンを楽しむことができます。両方の長所が詰まっています。アウトドアアドベンチャーとカルチャー体験の両方が大好きな私のような人にぴったりです。おすすめのアクティビティは？シーウォールを自転車で巡ったり、グランビルアイランドを訪れて地元のアートやグルメを楽しんだりするのがおすすめです。街の隅々にはそれぞれ独自の魅力があります。私はそのアイデアが大好きです。それに多様な人々が集まる文化祭はきっと素晴らしいと思います。その活気に満ちたコミュニティ精神を体験してみたいです。絶対に。フェスティバルは街の多文化の本質を反映しており、訪問者にとって豊かな体験となっています。忘れられない思い出を残して出発できます。レッスン28、オリンピックの起源。1894年にオリンピックが開催された後、古代の伝統が認められ、1896年にギリシャのアテネで最初のオリンピックが開催されました。オリンピックがどこまで進んだのか、興味深いのではないでしょうか。本当にそうです。世界中のアスリートが団結して競い合うというアイデアは、平和と友情の強力な象徴です。ここ数年でどのように進化してきたと思いますか？何年にもわたって、
運動だけでなく文化交流も見られる世界的なスペクタクルへと変貌を遂げました。世界は4年ごとに集まってきますが、これは驚くべきことです。本当、また、社会の関心や進歩を反映して、含まれているスポーツがどのように変化したかを見るのは興味深いことです。まさに、若い世代の関心の高まりに依られて、常に新しいスポーツが追加されています。これにより、オリンピックは新鮮で意味のあるものに保たれます。また、オリンピックがアスレチックエクセレンスを促進していることにも感心しています。バックグラウンドに関係なく、数えきれないほどの人々に夢を追い求めるきっかけを与えてくれます。正しい課題を克服したアスリートの話は、信じられないほどやる気を起こさせてくれます。大事なのはメダルだけではありません。レジリエンスと決意が重要です。絶対に。また、オリンピックは、スポーツマンシップとフェアプレーの重要性も浮き彫りにします。これらは私たちの社会にとって極めて重要な価値です。よく言った。オリンピックの遺産は、スポーツを通じた団結の力を私たちに思い起こさせ、将来の世代にインスピレーションを与え続けるでしょう。レッスン29、休日の伝統。ほとんどの西洋諸国のクリスマスは、伝統とお祝いに満ちた一年で最大の祝日です。あなたにとってこの祝日はどんな意味がありますか？私にとって、クリスマスは家族や友人との喜びと一体感の時間を表しています。季節の暖かさは本当に特別だと思いませんか？絶対に。与えること、分かち合うという精神こそが、それを意味のあるものにしているのぜ。人々が集まって祝うのを見るのは心温まるものです。はい、飾り付けやお祭りで地域社会が明るくなるのが大好きです。魔法のような雰囲気を醸し出していて、抵抗しがたいものです。そして、食べ物についても忘れないようにしましょう。祝日のご馳走はハイライトで、みんなで夕食のテーブルを囲みます。間違いない。食べ物には私たちをつなぐ方法があります。各家庭には、休日をユニークに感じさせる特別な料理があります。まさに、私たちが受け継ぐ伝統は、心に残る思い出を作り出します。好きな休日の伝統はありますか？私のお気に入りの一つは、クリスマスミュージックを聴きながらツリーを飾ることです。シンプルでありながら楽しいシーズンの幕開けです。素敵だね。ホリデースピリットの本質を真に捉えているのは、その小さな瞬間です。レッスン30、自然の威厳。イエローストーンの威厳はとても印象的で、当時は国立公園にしてほしいと頼まれました。こんな自然の驚異を訪れることを考えたことはありますか？私が持っている。イエローストーンは地熱地帯と多様な野生動物に特別な魅力があります。実際に体験するには息を飲むほど素晴らしいに違いありません。絶対に。温泉の色と間欠泉が吹き出す光景は本当に魅惑的です。まるで別世界に足を踏み入れたような気分になります。それは信じられないですね。公園を探索することが、畏敬の念を起こさせる瞬間に満ちた冒険になることは想像できます。そこでのお気に入りのスポットはどこですか？オールドフェイスフルは必見だと思います。噴火するのを見るのは印象的であるだけでなく、自然の力を思い起こさせるものでもあります。なぜそれがハイライトになるのかがわかります。トレイルをハイキングして、途中で素晴らしい景色を眺めたいです。ハイキングは自然とつながる素晴らしい方法です。新鮮な空気と美しい風景は、忘れられない体験を生み出します。絶対にイエローストーンを旅行のバケットリストに追加するよ。冒険と静けさの組み合わせはパーフェクトですね。
後悔はしませんよ。自然には精神を若返らせる方法があり、イエローストーンはその美しさの代表的な例です。